こんにちは、アンナスです。今日も、セリアの、ガーデンフラワー中級っていうのをやってみようと思います。初級編が4つあって一通り全部やったんですけど、結構楽しかったですそれで楽しかったんで、ちょっと他のも見てみようかなと思って、ただ私がアレンジできるもの、これだったらちょっと葉っぱとかいろいろお花とかアレンジしていろいろできるかなみたいなのをちょっと探して、いくつかまたしばらくやってみようかなと思います。その中の中級、買いに行ってもなかったんですよね。全部揃ってなくて、とりあえずあった中でできそうなものを選んできました。ではガーデンフラワーの方をアレンジしたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日は中級ですね。ちょっと開けてみます。何をもって初級か中級かみたいなのはちょっと基準があんまり分かんないんですけど、上級もね、そんなに上級っていうかなんかの基準で分けてるんでしょうけど、ちょっと分かんなかったです。で、今回は図案がお水で消せるそうです。初級編は消えないらしくて、そのままにしてたんですけど、でも何も書いてない。お水で消せます。水に濡れると消えてしまうためって書いてありますね。そしたらちょっと水で消えるっていうのを前提にして図案を、私流に修正していこうかなと思います。まず、私だったらこう書くみたいな、図案はこう書くみたいな感じでちょっと手を加えていこうと思うんですけど、まずパッと見た時にメインのお花がないんですよね。だいたい図案を作る時って華やかな、例えばこれだとバラなのかな、バラとかちょっと大きめの目をパッと引くようなもの、例えばアレンジする時、お花のアレンジメントとか花束とかお花屋さんが作りますけど、自分でアレンジしたっていう設定で考えた時に、多分メインのバラとかガーベラとかちょっと華やかなやつをまず入れて、でその後にふわっとした葉っぱみたいなのとかちょっと小花みたいなのを入れると思うんですけど、これ全部ねお花がサブっぽい感じ、小花が多いので、そういうガーデンフラワーっていう題名だから多分そのメインがないふわっとした感じなんでしょうけど、ちょっと作品として弱いかなっていう感じはするんで、ちょっと華やかさをプラスしようと思います。でこれがちょっとちっちゃいので大きくします。これわかんないけど、でバラみたいな感じにしたいから、まず三角絵描き歌みたいになってますけど、この上の花びら3枚を残し三角を描いて、で上にこういうバラの花びらってここがハートみたいになってますよね。だから、八重じゃなくて一重のバラみたいな感じをちょっとやってみようかなと思います。でこっちも花びらがついて、で上だけだとちょっと寂しいかな。下も全体的にシルエットが丸って感じになるといいんで、ちょっと丸くなってない時は丸って感じで出してもらって、でこの三角形の中の、上の3分の1ぐらい、これ上に書いてるか分かりづらいんですけど、上の3分の1ぐらいに線引っ張っておいて、このスペースにフレンチノットをして、で下はこの線でめしべとおしべをこの三角形の中に作ろうかなと思います。なので、これ全部こういう感じでアレンジします。この花ちょっとねちっちゃすぎるので、
できそうだったらちょっと大きくしてもいいかな。はい。で、葉っぱも少ないから葉っぱも増やします。もう同じ葉っぱをつけてもらって、でこれちょっと大きくしてもいいか。まあいいか。ちょっと刺しながら。でこっちの右のお花はもうちょっと描ききれないので3枚ぐらい下に右側だけ足してください。で次の右から2つ目のお花もこの3本とか2本だとちょっと寂しいので、本数を増やします。で端っこを増やす時ってなんかこう全部直線でやってもいいし、ちょっとなんかこう味付け的な感じでこの先はこのフレンチノットステッチでこうちょっと曲線にした方が可愛い気がするんですけど、それは好みですよね。だからこの図案を描いた人を否定するわけではなく、なんか私がもし図案を描くんだったらこういう風に描くっていう、そういう話ですね。なので、ここがこうちょっとアーチになってるといいんですよね。こうそれでフレンチノットがこうアーチ状についているとなんかこうふわっとして可愛いなんか手で表現してもあんま伝わらなくてちゃんと言葉で表現しなきゃいけないですね。はい。でここがねちょっと上に来てるのでこれはなんか図案が消せるって話なのでコメント欄で教えてもらいました。なんか図案が消せますよって書いてあったんですけど、この前の YouTube のコメント欄になんかこの初級編は消せないけど中級編とかは消えるっていう話で、確かにちょっとねインクっていうか色がちょっと違う気がする。で葉っぱもちょっと細いから太くします。なんかこういう葉っぱでも可愛いですね。ちょっと私のこれ修正は完全に私の好みなんで元の絵の人が間違いとかそういう話ではないです。そこだけちょっと注意してもらっていただいて、でこの小花のね多分レゼーレージだけ全然読んでないんですけど、私はちょっと大変なのでフレンチノットにします。なんかこういうやつありますね、丸いので名前忘れた。私も昔図案にしたことあるんですけど、なんかここ1個足しますね、右上に。あれなんかドライフラワーにして飾ると可愛いやつ、黄色いので、これもね全部つなげます。結構ねこれつないでないのが多いんですよね。空中に浮いてるお花が多いので全部くっつけてください。でだからこの辺消そうかなちょっと。でこのなんかこう鳥の足跡的なものはこの鳥の足跡を丸く囲ってこういう葉っぱにします。こっちやると狭い狭いけど無理やり入れようかな。でこっちもこういう下のところはちょっと大きめの丸みたいな感じにして、でここ消すからここは堂々とこう入れていいんですね。はい。で次、丸定規でこれとこれがすごく似ているのでこっちはね丸くしようと思います。なので丸定規で、放射状に刺していこうかな。これがこのサイズでしょ。入らない。
ブランケットステッチをやろうかなと思ってるんですけど、もうなんか消せるのかわかんないけど、消せるっていう設定で図案を描き直してます。なんかこれがちょっと飛び出てるようになってしまうから、ちょっと下に下ろして茎をちょっとつけ直して、であと葉っぱを次出す。なんか基本的に葉っぱは少なめなんで、私はちょっともりもり多めにするのが好きなんで。でこれなんですけど、これもなんか割と修正はしたものの小花系が多いので、思い切ってこの葉っぱ123-4枚をまとめて、上チューリップみたいにして、こうやってなんか釣り鐘草みたいな、3つか4つぐらいです。これでどうしようかな、先に何かやってもいいけど、とりあえずで、やっぱ下も葉っぱを少し足して、でこの左右に4本あるのはこれ全部ね、丸をそれぞれつけて、はい、こんな感じでちょっと刺繍していこうと思います。それで色ですね。割と赤、黄、青、紫みたいな感じなので、私もなんかそんな感じにしようかなと思って、刺繍糸を用意しました。この中で賄うようにしていけたらいいかなと思うんで、こんな感じで、ちょっと番号はまた概要欄に書きます。なんかね、いつも最初に言うと刺繍するたびにその色がなんか違うなって言って変える時があるんで、ちょっと不安なので今は言わないですけど、だいたいこんな感じに しようと思います。で見本はこんな感じですね。割とあっさりした感じの図案です。これをちょっとモリモリに変更していこうと思います。ピンクのお花にしようと思うんで、右のこのバラっぽいのをピンクで刺していきます。これもあんまり端っこに枠はめると枠がはまりにくいですね。なので本当はこの今刺繍したお花を真ん中にセッティングしたいんですけど、ちょっとこれ布が切れてしまうと布がピンと張れないので、もうこれでいきます。でなんか接着芯が貼らなくても割となんか張りのあるというか、割としっかりめの布なので、布は薄いです。布はね、ほんと薄いですでも100円だから仕方ないです。100円でここまでできてればすごいと思います。これで2本取りで、どっちから先がいいのかな。花びら真ん中先にしてみようかな。じゃあちょっと花びらは2本取りだけど、花びらをピンクにして、中の芯を薄い緑、これ黄緑じゃないですね。薄い緑とフレンチノットにすると可愛いかなと思ったんで、緑だとちょっと濃いかな。これ好みですよね。これでフレンチノット、濃い方にします。濃い緑にします。そしたら濃い緑561を3本取りなんか絵がちょっと分かりづらいので申し訳ないですねこれで小さい波縫いを作って一つ前の穴に刺して、出てるところをハサミで切って、
でこの三角形のもうストレートステッチでやっちゃいましょう。はい、三角形を作って、三角形っていうか2辺埋めて真ん中入れて、でまたその間を埋める。こんなもんかな。ちょっとこれは裏に絡めます。玉留め苦手なんですよね。ちょっと、大丈夫だとでフレンチノットはちょっと最後にしようかなと思うんで、これ先にフレンチノットすると多分ややこしい、サテンステッチがすごくやりづらくなると思います。いつも言ってますけど、フレンチノットは最後、もう紙刺繍でも何でも最後にするって決めておくともう間違いないです。フレンチノットを先にやるってことはまあないですね、あんまり。たまにあるかも。真ん中に基準を入れて、ちょっと私は放射状にしたいけど、まあいいやちょっと普通に平行に刺していきます。これで、花びらを半分埋めて、で全部埋まったらもう半分埋める。はい、こんな感じであと4枚も放射状に向きを変えてやっていこうと思います。はい、ではこんな感じでできたので、今度は6本取りのフレンチノットを入れていきます。一応なんかここの真ん中のグリーンを放射状に刺したその先に針を出して、で少し上を持って空中で2回巻いて同じ穴に刺して引き絞ってから引っ張る。でまた隣、なんか12345本入ってますけど、ちょっと5個入れるのは大変そうなので、下は3つぐらい、上も入れようかと思ってるんですけど、ちょっとバランス見て考えます。下3つ入れるとどうなるかな。3つぐらいでちょうどいいですね。こんな感じで。上入れるとちょっとうるさいかな。ね、うるさいですよねちょっとこうふわっとしておいて、6本取りの2回巻きを3つだけにします。なんかどっかの民族衣装のイメージでお花を描きました。なんかこんなのありそうですよね。はい、で裏に絡めてもう3つにしておきます。あんまりいっぱいやるとちょっとゴテゴテしそうなんで。であとこれ2つもやっていこうと思います。はい、ではこれでできたので、そうですね、ちょっと説明をしますね。お花ちょっとサイズが違うので、なんか本数とか変えるのかなって、私もやりながら思ったんですけど、変えなくてよかったです。
普通に6本取りの2回巻きを3つ、ちょっとぎゅうぎゅうにはなるんですけど、この大きいお花が割とこの辺がスカスカなので、ちょうどいい感じになりました。だからこの芯の部分がちょっとサテンステッチ気味にはなってますけど、大丈夫です。で、次、茎を刺繍します。茎は3本取りでアウトラインステッチにしようかなと思います。もう3本取りのアウトラインステッチをもう共通にしようかなと思ってます今。その方が全体的にまとまって見えるんで、あんまりこれはなんとかステッチ、あっちはなんとかステッチみたいに変えないで、今回も全部統一してみようかなと思います。説明ですね。まず1目作ります。もう2目作っちゃいましたけど、それで最初のステッチのところをギュッと押して糸の下に刺して半分ずつ重ねるステッチです。これがアウトラインステッチになります。で、これを繰り返してずっと全部茎を刺していきます。では茎ができたので葉っぱを刺していきます。葉っぱはサテンで刺してもいいんですけど、このくらいのサイズだとレゼーデージと、こういう風にセットして糸をかけてチェーンステッチの1個バージョンですね。レゼーデージを作ってでこれにストレートステッチをこんな感じで足すと、これでサテンステッチっぽく見えるんで、ただこの隣に行く時にすぐに隣に行くとちょっと糸が見えてしまうので、ちょっと裏にぐるぐる巻いて、でまたレゼーデージを作っていきます。はい、ではお花ができました。こんな感じです。はい、で隣の葉っぱに行きたいと思います。隣の葉っぱは緑と、でどうしようかな。これにするか、真ん中は絶対黄色にしたいんですよね。だから薄いクリームかな。でフレンチノートで6本取りでやろうと思います。これと一緒です。ここのお花と芯のとこと一緒で、茎は、3本取りのアウトラインステッチでやっていきます。もうフレンチノートはちょっと潰れちゃうんですけど、後でアイロンで整えるんで、もう上にはめてしまいます。で、玉留めでアウトラインステッチで始めます。でこの中の3本はストレートステッチでいこうと思います。はい、ここが上ができたので、ちょっと葉っぱの刺し方を説明したいと思います。どうしようかなと思ってたんですけど、サテンだと結構大変なので、このラインをそのまま活かしたいなと思ったんで、チェーンステッチでとりあえず埋めて、で別の色でアウトラインステッチでこの3本の線を入れると面白いかなと思うので、ちょっとやってみようと思います。チェーンステッチはこんな感じ、輪の中に刺して頭を出して糸かけて引っ張る。はい、これで、チェーンステッチを終わらせるときは輪の外に針を刺すと止まります。でまた U ターンして、これ続きでやるととんがらないので、尖らせるために一回終わらせてから U ターンして、またでこうぐる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 刺していきます。
ではチェーンステッチが全部埋まったので、さっきの下絵はもうちょっと消えてしまったんですけど、アウトラインステッチを中に入れていきます。まず真ん中を入れると分かりやすいですね。一目作って、これもやってますね、さっき。半分ずつ重ねるステッチですね。これも3本取りです。で、チェーンステッチも3本取りなんですけど、で1回上までいったら、この中心と一番端っこの間ぐらいを狙って、ちょっとわからない方はチャコペンとかで上から刺繍糸の上から描いてもいいと思います。チャコペンはお水で消えるものを使ってもらえれば、後でお水で消せるんで、それでちょっとこう描いた上にアウトラインやってみてください。はい、では、できました。こんな感じです。で、次真ん中のお花を刺繍していきます。これはまたフレンチノットでやろうと思うんですけど、もうこんな6本取りの大きいのじゃなくって3本取りで小さくやっていこうと思います。で、この丸ですね、丸くする時っていうのは、一応2回巻きなんですけど、この外側を丸く作ってしまいます。そしたら綺麗にできるんで、とりあえず外側を全部決めてしまって形を作ってから、あとは安心して中を埋めていくっていう風にやると、中はねそんなにランダムで大丈夫です。こんな感じで、フレンチノットのやり方はさっきと一緒ですね。はい、こんな感じで外側の丸を作ったら、今ちょっともう1個やっちゃったんですけど、あとはもう埋めるだけだから、そんなに気にしないでざーっと埋めてもらえれば大丈夫です。はい、これで1個できました。こんな感じで、ずっとやっていってください。結構ありますね結構量ありますね。はい、ではこんな感じで結構時間かかりました。1時間半ぐらいかかりました。ここだけ刺すのに。で、枝はこの他のと一緒で、枝っていうんです。茎は、アウトラインステッチの3本取りでやってます。で、ここの葉っぱを今から刺繍します。で、葉っぱはもうなんか今いろいろなんとかステッチいっぱいやってるんで、もうサテンでやっていこうと思います。でも同じちょっとなんかモコってさせたいんで、サテンステッチなんですけど3本取りで丸を刺繍します。丸は真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めていきます。だから下の方はちょっと楕円になってるんで、楕円の刺繍をやっていってください。結構大作になりました。パッと見はなんか時間かかったように見えないと思うんですけど、これが一番時間かかりましたね。でも真ん中にちょっとボリューミーなのがあって割と見栄えがするかなと思います。じゃあ次に行きます。次は丸い下絵を描いてたんですけど、これ何しようとしてたかというと、ブランケットステッチ、ちょっと図案描く時にもちょっと言ってたんですけど、ブランケットステッチをやっていきます。この薄い葉っぱの色、ここのピンクのお花の時に使った
薄い色、薄い緑で、なんか丸の中心を決めて6本取りでブランケットステッチ。丸の中心これぐらいかな。でブランケットステッチはこういう状態作ります。出して真ん中から入れて、その円の外側のすぐ隣に刺します。で糸をかけて上に引っ張る。これで逆の L 字型になります。でまた中心の穴の中に入れて、さっきの幅ぐらい頭を出して糸をかけて引っ張る。これをぐるっと一周やっていきます。はい、これでできたら輪の外側に針を刺して、これで出来上がりです。でこれ全部作っていきます。できたので中心にフレンチノットを入れます。3本取り2回巻きにします。で3本取り2回巻きだと結構ちっちゃい、この右のお花と同じような感じになるんで、ちょっと何個か入れてみます。なんか6本取りだと1個でいいかなって思ったんですけど、ちょっとあまりにも6本取りが多すぎるのでちょっと繊細な感じを出してみます。3つぐらいかな。3つぐらいが可愛いですね。もうちょっと5つ入れるか3つ入れるかで多分変わってくると思うんですけど、これでも大きいから5つぐらい入れても可愛いかな。ちょっと数はお任せします。なんか丸がちっちゃいともしかしたらそんなにたくさん入れなくていいと思うんで、今とりあえず5つ入れてみました。ちょっとこんな感じでやってみてください。はい、お花と茎ができました。あとは葉っぱですね。葉っぱはサテンステッチでこの丸いのと同じような感じで真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めていこうと思います。なんですけど、ちょっと2本取りで繊細に刺していきます。ここは葉っぱの先をちょっと尖らせたいなと思ってるんで、なんか3本取りだと私はなんかちょっとうまくできなさそうな気がするんで2本でやります。だから3本でも2本でもどっちでも大丈夫です。じゃあこういう感じで真ん中を基準に半分ずつ、あんま尖ってないですねもうちょっと尖らせます。はい、だいぶできてきました結構大変です。結構大作になりました。葉っぱはサテンステッチ2本取りでしたね。で最後がこうなんか釣り鐘草みたいな、全然なんて言うんですかね、なんかそういうこういう形のやつをちょっとやっていこうと思います。枠をはめていけるかな。結構ギリギリですね。私こういう系の花はたまに刺すんですけど、ちょっと久しぶりなんでコツを説明します。この3方向に分かれているんで、3方向に分かれる下のこの細長いところはサテンステッチで横横に刺していって、でここは上は
ずっと横横に刺していって、ギリギリまで道が3つに分かれてる感じですね。なのでギリギリまでいきます。ちょっとやっぱ刺繍枠端っこすぎました。もうちょっと内側じゃないと布がたるんできますね。はい。でギリギリまで来たらもう端から順番に埋めていきます。でこの時もサテンステッチだからこれで一つの塊だから向きを変えちゃいけないんです。必ず横横に刺していく。だから結構頂点が難しくなるんですけど、もうそこは仕方ないんでちっちゃい点々をやっていきます。ただ一つ、方法があって、滑らかに向きが変わっていくっていうのは OK なんです。なのでちょっとガイド線入れて刺繍糸の、端がもうこれ頂点っていう設定にして、あとはちょっと今スカスカに埋めてしまっているので間を埋めていきます。でしっかり色をのせるようにしてこんな感じで埋めるとナチュラルに向きが変わるんですけど頂点も尖るっていう感じ。だから逆の端はこう逆の滑らかに向きが傾いていくみたいなサテンステッチ。中心は、できれば横に刺したいです。でもちょっと横に刺して頂点難しいって場合はどっちかに倒してもらっても OK です。私もどっちかに倒そうかな。ちょっとあんまり横横で頂点をきれいにさせる自信がないんで、ガイド線を私右利きだからどうしても右に傾いちゃいますね。こんな感じで、はい、ガイド線作っておいてで間を埋めていきます。じゃあこんな感じで全部3つあるんで3つ頑張って刺していってください。はい、お花ができたので、茎ももう3本取りのアウトラインで作りました。でここをレゼーデージーステッチで入れていきます。これは多分ね見本っていうかあれと一緒ですね。チェーンステッチの1個バージョンですね。これも3本取りです。ではできました。すごいすごいですね。この緑の糸はだいぶ使いましたね。1束以上使っていると思います。なんでほぼ緑の作品になってますね。じゃあこれをパネルにしていきたいと思います。はい、アイロンをかけました。こんな感じになりました。こういうフレンチノットが混み合ってるやつは割ともう集結してるのでアイロンかけても平気です。なんか何もしてないです。でこれ離れたところでこうやってやるやつとかはちょっとこれ何も修正しなかったんですけど、結局もしなんか1個だけピロッとこう横に向いたりとかしたのはアイロンの先とかでこうジュージュー押してあげるとコテみたいな感じで髪の毛とかのその癖をつけるコテみたいなそんな感じでちょっとこうアイロンの先で押してあげると元に戻りますので、そんな感じで使ってください。で、これはパネルですね。これ発泡スチロールのパネルでこう貼っていこうと思います。で布がね結構ギリギリなんですよね。本当は
もっとたくさん布を用意して、でこう余裕を持って貼りたいんですけど、そもそも元から入っている布が結構ギリギリなので、もうちょっとねセリアさん大きめにセッティングしていただけると嬉しいですね。で、じゃあちょっとパネルの作り方を説明します。適当でいいです。だいたい半分ぐらいで、もうここで位置決めてください。こんなもんかな。もう上下も、こんなもんかな。だからこの刺繍と刺繍が結構隣り合っててシワになってると思うんですけど、このシワは貼るとなくなります。ただこれ見てください、これ刺繍糸ちゃんと裏でギリギリでカットしてないとこうなります。悪い例ですね。なんかこういうのはちゃんとギリギリで切っておいてください。こういうのはね大丈夫な刺繍の中に入ってるのはいいけど、線の刺繍のところとかは割と目立ちますね。こうやって貼ると。でチャコペンがここちょっと消えてないのは後で貼ってからお水つけようと思います。なんかねお水つけるとやっぱ洗濯した後の服と一緒でシワシワになっちゃうんですよね。でそれをアイロンで伸ばすってなるとまたこのせっかくふわっとできている刺繍をまたなんかギュウギュウ押すことになるんで、なんかこう一回アイロン終わってからこうやって残ったやつはパネルとかに貼ってからお水つけても大丈夫です。ただね刺繍枠の場合はちょっとやっぱこう力で貼ってるのでちょっと元に戻る可能性もあるから、この話に関してはパネルのみ有効っていうことですね。ここもなんか出てますね。こういうのもちゃんと切って、だからその渡り糸を結構長くしてる人はそういうのも結構表に出やすいです。なんかできるだけ渡り糸は作らない。こんなもんかな。ここも出てますね。なんか刺繍の中に入っていればいいんですけど、結構玉留めとかもね目立ちますね。はい。そう中心から貼っていくといいですね。で特に布が薄いので結構シワができやすい。綺麗に貼れた。ここの線は何でしょうねはい、これでなんかこう残っているのはちょっと後でお水つけて消すとして、はい、裏向けます。裏向けてもうあまりハサミで切らなくていけますね。本当にギリギリですね。はい、カッターをこうやって開いて中に芯入ってます。でギューって左手で引っ張っておいて、はい、これで留めていきます。でこっち側もこんな感じ。もうギリギリまで留めましょうか。でどうするかですよね。この端っこちょっと長いところはちょっと短く切っておいて、そうこの角を少し切り落としておくと作業が楽です。はい、これで、
この端の処理の仕方を説明します。はい両面テープです。これで貼るしかないです。だからどうしても布がギリギリになってしまった場合は、ここにちょっと横ちょっとめくって、あんまりギリギリのものはやらない方がいいんですけど、全部ホッチキスで全方面貼ってもらうっていうのが一番綺麗です。これはあんまり綺麗じゃないです。ちょっと切ろうかな。切ると変かな。もうここで無理やり貼ってしまいます。そう、これ裏返すのでこっち側にもちょっと貼って、はい、ここに貼って折り返しました。こっちで、とりあえず布を貼ります。折り返して、ここにね、なんか貼るとここの角は綺麗にはなるんですけど、で、なんか表に出ないように飾るときにここがぐちゃぐちゃってなっていると変なので、もう頑張って内側に綺麗に折りたたんで、貼れるところは貼って、あとはもうホッチキスで留めたり、なんだかんだこううまく、もう裏は見えないっていう設定で考えてください。っていうか見せないでくださいもうこんな状態になってるんで、反対もやりますね。はい、こんな感じで出来上がりです。パネルにすると一気に豪華になりますね。でこれでさらに額に入れたりとか、なんかいろいろアレンジしてもらって、ちょっと後ろのベタベタは気になる方はここをちょっと切ってカットしてなんか処理してください。もしくはなんかちょっと内側の布みたいなのをこうボンドとかで貼ってもいいです。これ裏が紙なんで、木工用ボンドかなんかで紙貼ってもいいけど、でも布の方が綺麗ですね。なんか歯切れみたいなのを貼っておくとそのまま飾っても可愛いと思います。はい、出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。